はい、こんにちは。今日はバックスイングの時のね、捻転、ねじり、に関係するお話です。右ももを軸にした螺旋とかね、左肩を回してとかいろいろお話をしてるんですが、やはりね、飛ばない人に共通しているのは、もう力が肩とか腕とかガチガチに入っちゃってる、かといってじゃあ脱力って言ってグリップもゆるゆるにしてしまうとフェースがプンとかぶってしまってね、方向性が悪くなるので、グリップの握りの強さもゆるゆるからギュッと握って、それでその中間ぐらいでっていうね、そういうお話もしてます。なかなか難しいですよね。ですからその脱力っていうのを一度やってもらって、それでそこから力を少しずつ入れていくのがいいのかななんてね、思ってます。それで飛ばす人ほどですね、トップまでのその力感をできるだけなくして、場合によっては右の肩を後方に引くようにしてね、体を右に持っていくスペースを作る、ねじれるスペースを作る、あるいはももをハの字にして、スタンスをハの字にして右に回転するようなスペースを作るとか、いろいろなレッスンのねお話があると思うんですが、今日はですね、クラブの上げ方、上げていくときに、右の方にクラブをね、ある程度ポーンと放り投げるような、バーンと放り投げるような勢いつけて右の方にスッと放り投げる。そして放り投げた後は何もしない、そういうやり方です。でクラブも450とか結構重さあるんですよ。それから腕の重さもあるでしょ。で右の方に放り投げることによってある程度その弾みをつけて、慣性が重さのあるものが右に動きますので、脱力さえしているとここから手首もスッと曲がってくると思います。ですからまずはスタンスも狭め、アイアンでいいと思いますけど、クラブをもう引きずるようにして右に放り投げたら、あとは何もしないで脱力をする、ね、右に放り投げて何もしない、右に放り投げて何もしない。7番円ですよね。全然振ってる意思はないです。右に放り投げて何もしない。つまり伸ばして慣性で上に上がってるのがそのまま落ちてるっていう、そんな感じ。ただブレーキはかけてませんので、勝手に戻ってしまうという、そんなイメージですね。右に放り投げて何もしない。今その練習です。少し左にかぶっちゃうと思いますが、気にせず練習してください。右に放り投げて何もしない。振ってるように見えるかもしれませんけど、私としては何もしてないです。右に放り投げて何もしてない。右に放り投げて何もしてない。ただ皆さん今までね、ゴルフスイングっていうのをやってきてますので、勝手に何もしなくてもピュンと振っちゃってると思います。いいですか？でも意識の中では右にクラブをポーンと放り投げて、ある程度スピードが必要です。ゆっくりだと放り投げられない、自分で上げなきゃいけない、ね、そうじゃなくて右の腰ぐらいまではスーッとポーンと、であとは脱力するとここから先スッとクラブ勝手に上がっちゃいますので、放り投げた後は何もしない、何もしないんだけれども実際振ってるじゃないかとね、振ってるのはこれはそう見えるだけです。自分の中では右の方に振り上げて何もしてないです。勝手に戻ってくる、ね、そんな感じで今もうすでに距離が150ぐらい、右に放り投げて何もしない、ね、脱力してますので指もゆるゆるなので、若干左目にね出ますが、もう170、ね、7番円で170ぐらい出てきてしまいました。はい、ではこれね、アプローチもできるんですよ。アプローチも右に放り投げて何もしない。
右に放り投げて何もしない、右に放り投げて何もしないと勝手に戻っちゃう。本当に自分でね言い聞かせながらやってください。そうしないと打ちに行っちゃいますから。右に放り投げて何もしない、何もしない、脱力ね。右に放り投げて何もしない、ゆるゆるでもって右に放り投げて何もしない。はい、右に放り投げて右に放り投げて何もしない。振ってるじゃないか。何もしてないんです。何にもしてない。右に放り投げて脱力してるだけ、ね、はい、7番円で177ヤード飛んじゃいました。はい、じゃあこれをですねドライバーを持ってやるとどうなるか。これでいきますか。はい、右に放り投げて何もしない、ね、ただしね、あんまりゆるゆるだとドライバーはかぶっちゃいますから、左手だけインパクトでギュッと握るか、もしくは 50% ぐらい入れといてください、しっかり。そして右に放り投げるためにはこんな感じですよね。右に放り投げて勝手に感性でいっちゃいます。脱力していく。右に放り投げて何にもしないつもりなんですけどつい打っちゃう。そのぐらいでいいですね。最初は何にもしないつもりだけどつい打っちゃう、そんな気持ちでいきましょう。できるだけ何もしない、右に放り投げてできるだけ何もしない。今グリップが緩みましたでブランコのに子供を乗せてこうやって押す時あるじゃないですか。お父さんが子供をブランコに乗せて、そんな意識で右に上げたけど何もしないんだけど、ブランコにヒューンとここに字をシューって字を書いていくようなイメージ。シューッ右に上げたけどブランコのイメージでだんだん速くなるね。結構これもグリップが緩いですね。まだね左行っちゃってます。右に上げて何もしない。何もしないとね、脱力の間でトップまで行くと切り返しからねグーンって力を入れていけるんです。もう一回いきますよ。右に放り投げて触れる。すごい触れた。右に放り投げてドーンってね、今のいい感じですよ。だいぶ良くなってきました。ブランコのこの感じです。右に放り投げて何もしないのはこの辺りで、ここからビューンと押していきましょう。はい、いきます。右に放り投げてこの辺からビューンと押していってください。はい、じゃあ最後ね。はい、最後右に放り投げて右に放り投げて何もしないんだけど少しこう押してくるぐらい、もう非常に謙虚な気持ちで右に放り投げます。クラブを放り投げてトップまで脱力できてるからすごく切り返しがスムーズです。はい、ちょっと左目ですが274ヤードね、出ました。はい、ボールスピード69出てます。ヘッドスピード 47.2 出ました。やはり肩甲骨周りがねすごく硬くなってるので、やっぱり力を入れてテイクバックすると浅くなるし、切り返しもスムーズじゃないですよね。できるだけこのトップからこの切り返しのところまでの力感をなくしたいんですよ、ね、ですからクラブをある程度こうスピードをつけてこうね右の方にポーンって投げちゃう。でその時には力感がないと思いますので、まずは投げて何もしないところです。投げて何もしないところです。もう何もしないつもりでもゴルフスイングが身についてますので、割とこうピュンと振られちゃうと思います。それでアイアンで試してもらって何ヤードぐらい飛ぶかね。さっきも
タイミングさえ合えば170ヤード飛んじゃいますから、7番アイアンでね。でそれがやっぱりドライバーになってくるとちょっと長くなるので、多少はね、この振り上げた後の少しこう右の肩を少し引くようにして隙間を作ってあげて、回転するね隙間を作ってあげるといいと思いますが、少し慣れは必要だと思いますが、ドライバーもトップまででこう力がね肩とか入ってると、腕に入ってると切り返しがスムーズにいかないと思いますので、ここにぜひ注意してね、やってみてください。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。